皆様、本日はこちらのささみと長ネギ2本丸々使って無限ネギ塩ささみおつまみですね、作っていきたいと思います。はい、やっていきます。で、結構調理自体はすごい簡単なんで、まずはささみなんだけど、こちらを沸騰したお湯で入れるんだけど、常温に戻してね。なるべくね、パサつかないようにするために、画面の端に映ってるこれね、煮立ってるお湯に、ちょっとここにお酒を少々。これはね、結構目分量で大丈夫です。お酒を入れて、お塩もちょっとだけ。軽くで大丈夫です。臭み取るとほんのり塩味をつけるかなぐらいでいいので、これ入れてもね、全然まだ煮立っている状態なんで、そしたらここにささみを投入します。はい。3本から4本ぐらいで大丈夫です。よいしょ。で、今ちょっと火が収まったと思うんだけど、ブクブクがね、これがまた再沸騰するまでは加熱を続けて、もう一回ブクブクになったら火を止めます。で、ささみはもうほんと再沸騰するまで強火にして、火がバーってなったら火を止めて、5分ほど放置しておけば、中でね、余熱でしっとり火が入るので、そちらでささみの準備は OK です。じゃあ、ポコポコし始めたら、火を止めて5分間放置。その間にネギの準備します。では、長ネギなんですけれども、こちらちょっと斜めに、薄切りに、お鍋に入ってるぐらいの角度にはするんだけど、ネギ自体はちょっと薄くカットしていきます。できればこれくらいかな、ネギは。これくらい薄く斜めにカットしてあげていってください。ネギはね、体にすごいいいし、体温める効果もあるみたいなんで、冬だしね、いっぱい取りましょう。ただね、ネギはやっぱ辛味成分はあるじゃないですか。なんで僕たちはね、しっかりちょっと水にはさらそうと思うんだけど、なんかね、難しいよね。どの栄養素取りたいのかって。熱せばビタミンが、みたいなさ。皆さんそこら辺はお好みですよ。どういう調理したって、結局大量に取っちゃえば、全部の栄養がなくなるとか、そういうことは絶対ないので。それ全部やったら、そう。美味しい料理は作れなくなっちゃう。そう、まずなんか水にさらしたら流れ出るって言われるし、かといって火にかけても熱で壊れる。早く食べないとこれまたビタミンがなくなるとか、いろいろ説はあるんですけど、何もかもがなくなるわけじゃないんで、そんなに細かく気にしないで、とにかく美味しくね、楽しく調理した方がいいと思います。美味しくそれなりに栄養取れれば十分です。全然栄養取れるんで。でさ水にさらすんじゃなくて空気に触れとけばっていうのもあるんだけど、その空気に触れるなんか揮発性のなんか栄養素がたくさんあるみたいで、長い間空気に触れるとそれもなくなっちゃうらしいんですよ。何もできなくなっちゃう。なんでね、もうそこら辺をね、気にせず美味しく食べましょう。ただ多分これ食べてる上で一番やっぱ気になるのは辛みだと思うので、もうしっかり水にさらすか、ちょっとだけ強火でね、さっと炒めてもシャキシャキ感残しつつ辛みを飛ばすっていう感じでやっても大丈夫です。この辺はもう皆さんのお好みで。じゃあネギこれだけカットしたら、まずしっかりとね、水で洗ってあげた後につけ置いて、ざるでまず流水でさーって流した後にお水ボウルに入れて、中でちょっと辛みをね浮かします。でそのまままたお水を変えてっていうのを数回繰り返して、5分ほどかな、置いときます。そうこうしてる間にささみもできました。じゃあちょっとまずネギ洗っときます。で、青い部分今回使わないんだけど、青い部分はね、冷凍しておけるので、なんか煮物作ったりとかするときとか、臭みを取るときにね、使えるので、ぜひ青い方も使ってあげてください。では、ネギは流水で洗った後に、こんな感じでちょっとつけ置いて、今これ2回ぐらい水は変えました。で、ちょっとこういう、くっついてる部分とかは、ほぐしてあげた方が、辛みとかもね、その隙間からも出やすいんで、おすすめです。僕は別にそんな辛いのそこまで苦手じゃないんで、ネギの辛さは。なんだけど、そういうのがちょっとね、少しでも取り除きたいよって方は、しっかり水でつけてあげておいてください。はい、じゃあささみなんだけど、これ5分経った後1回も取り出して粗熱を取ったものです。そしたらこちら、一応じゃあちょっと包丁でカットしてみるね。はい、わかるかな。もう全然中までね、しっかり火が入ってる状態です。そしたら、そう。もう触ってわかる。柔らかい。そ
そしたら、まだちょっと熱いかもしれないんですけれども、これ適度にほぐしてあげてください。中がまだあったかいからちょっと、あっちあっちあっちやけどにはみんな注意してね。軽くほぐしとけば、あとは室温で冷めると思います。でちょっとこれ冷ましとこうかな。で、今回はネギと、このささみプラス、こちらのザーサイを一緒に加えようかなと思っております。これはお好みなんだけど、あったらより食感がプラスされて美味しいです。コリッとしてるんでね、ザーサイは。美味しいですよ。で、ザーサイは、めっちゃ細かくみじん切りってよりも、ちょっと食感残したいんで、細切りっぽい。そうだね。ちょっとこれビンに1本分はちょっと多いと思うんで、これ普通にこれだけでもおつまみで食べれるんでね。メンマみたいな感覚で食べてください。さあ、ザーサイは、こういう形をしておりますので、ちょっと細長くカットしてあげればいいかなって感じです。全部がね、食べた時に一体感があるように、だいたいこんな感じになればいいかなぐらいで大丈夫です。で今1個ずつ綺麗になったけども、普通に縦にこうやってカットしてあげれば、別に大丈夫。はい、こんな感じで粗くカットで。で、これ自体にもね、味付けがしてあるんで、それもまた美味しいので。で、ささみが、今もう全部ほぐしたらね、冷めたので、そしたらちょっとこれも、もうちょっと細かくなるようにほぐしてあげます。で、僕たちは結構ね、ちょっと細かめにするんだけど、もっと大ぶりな食感がっていう方だったら、結構粗めのほぐし方で大丈夫。で、今回買ってるささみ、これも筋取られ済みのささみなんだけど、もし普通にね、筋がついたままのささみだったら、ほぐしてる時にね、全然簡単に取れるんで、筋は。取ってあげてください。では、ささみ、いい感じにほぐして、ザーサイの準備ができたら、ネギ。こちらじゃあ最後もう一回、ざるにあげて、流水で流したいと思います。その時にちょっと絞ってあげてください。そしたらね、ちょっとぬめっとしたやつが出るので、それもね、辛みなので、絞ってあげて、あと最後さらに水で流してあげてください。では、こちらね、一回ギュッて絞った後に、最後流水で流しました。絞った時にね、結構もう多分、その液体からね、辛い香りはすると思うんだけど、あんまりやりすぎちゃうと全部、ね、中の水分まで飛んじゃうんで、1回ぐらいで僕たちは大丈夫かなって感じなんだけど、もし辛いのが苦手な方は、この回数をね、もう1回ぐらい絞ってあげた方が、辛みはより抜けると思います。そしたら余計な水分、ちょっとキッチンペーパーとかで取ってあげて。結構ここで水分はしっかり取ってあげないと、味がぼやけちゃうんで、できるだけ余計な水分は取ってあげます。綺麗なね、ナプキンがある方はナプキンとかで何回もねやってあげてもいいんですけど、ちょっと押さえてキッチンペーパーとか多分皆さんは使いよく使うよね。よく使うものだと思うんで、布巾はそうそうあんまないよね。ね、机拭いちゃう。ね、じゃあネギ水分を除いたら、こちら最後ちょっとこの状態で放置してタレ作っちゃいます。この同じね、結構量も多いんでこれでやっちゃうんだけど、ここにちょっとネギの辛いの残ってるかもしれないんで、もし同じようであればしっかり水洗いしてあげといて。では味付けしていきます。ボウルにニンニクチューブで大丈夫なんで、チューブを小さじ1杯、マルトルガラスープ、こちらも小さじ1杯ほど、塩コショウ少々とごま油を大さじ2杯で、適度に溶けたらここに、こちら先ほど水分とで長ネギ入れて、まずよく混ぜ合わせます。基本的にはね、この長ネギに味絡ました方が辛さとかもねごまかせるじゃないですけれども。で、長ネギにいい感じに混じんだら、よいしょ。で、先ほどのほぐしたささみとカットしたザーサイ入れちゃいます。で、これでよく混ぜ合わせます。で、ザーサイを入れる入れないによってちょっと塩気が変わってくると思うので、全部混ぜ合わせた後に再度味見してみてください。で、今味見した感じ、全然もう最高の塩気で、特にザーサイと食べるとちょうどいいぐらいの塩気だったんで、もしザーサイない方はちょっとだけお塩足した方がいいかもしれないです。ただこれでも完璧でした。そしたら最後ここにごま、
このまま最後上からかける量もあるので、まあ適量。ソリッと。はい、で、ごまを適度に和えたら、最後ここにブラックペッパー。特におつまみとかにする場合はね、ブラックペッパー強めに効いた方が美味しいです。で、ブラックペッパーを混ぜ合わせて、最後ね、上からちょっと多分、ごまもかけるんで、この程度でいいかな。はい。そしたら、こちらで、無限ネギ塩ささみ、完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。超うまいよ。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。まずは乾杯。さっき食べたかった。いや、好きっ腹にアルコールが入る。なるほどね。これ今回ちゃんとアルコールです。僕は。はい。いただきます。冬限定。あまおうチューハイ。あ、うまっ。めっちゃうまい。いいですか。どうぞ。じゃあ先いっちゃって。あ、先いっていいですか。ちょっと味見たから俺はもう。先行ってっつって一緒に触る。じゃあちょっといただきます。はーい。じゃあいただきます。やっちゃった。これはこれこんだけ後でさ冷やしてさ、冷製パスタとして食べてもめっちゃ美味しいと思う。これ超絶うまいわ。そうめんとかとも合いそう。絶対合う。うまっ。で長ネギこれぐらいだったら全然辛くないし、あと鶏肉の茹で加減がもうパーフェクト。いや本当にマジでもう沸騰したやつに入れて再沸騰するまでは強火、その後5分放置で大丈夫です。火を止めてね。わかりました。あ、うまっ。であとこうちゃんがあったらでいいって言ってくれてるけど、ザーサイね。もうこのシャキシャキとコリコリの2つの食感がもう無限たるゆえんだよね。マジめっちゃうまい。うまっ。これおつまみも最強だね。ちょっと醤油とか垂らしたらご飯も全然いけるんじゃない？全然いけそう。あとめちゃくちゃ体にいいから、ブラックペッパーもめっちゃいい味出してるね。これさ、塩ラーメンの上にトッピングでもうまくない？うまいと思う。合うわ。札幌一番の。それ最高だと思う。マジでうまい。それ言われて札幌一番にすげえかけたくなった。あ、残しとく？札幌一番の塩まだあるよ。あるよね。うん。ちょっとかけて食べたくなった。食べきっちゃおうと思ったけど、そうしよう。めっちゃうまいわ。ということで本日はですね、とっても簡単にできる、無限ネギ塩ささみをこうちゃんに作っていただいたんですけども、もうね、もう何も言うことがない。もうやっぱこうちゃんの料理のそのね、やっぱね、いいところが全部出てる。この長ネギのシャキシャキ感もそうだし、やっぱ他の食感をプラスするのにこのザーサイ入れてるところもやっぱもうパーフェクトだし、塩加減もちょうどいいし、あとはやっぱささみだね。やっぱね、ちょっとパサついちゃったらもうそこでね、ちょっとね、あってあんま食べられなくなっちゃうんだけど、やっぱしっとり柔らかくなってるから、もういくらでも食べられるんだよね。全然邪魔してない。で、分量も最高だし、味付けもうまいし、やみつきになるし、栄養も満点だし、免疫力もアップするし、もう何ももう本当にもういいところだらけでもう湧き水のように出てくるわ。もういいところがっていうぐらいめっちゃうまかったです。最高。はい、本当に。でトッピングとこにもいいしね、とにかくお酒飲みの方にはね、もう最高のおつまみになってると思うので、ぜひ皆さん作ってみてください。はい、で辛みの方はね、これはもう全然辛みはない。お店で食べてるたまに辛いなって思う時あるじゃないですか。ああいう感じはもう全くないんで、これぐらいは絶対美味しいと思います。はい、ということでぜひこれぐらいか、これぐらいはこれぐらいがベストがね。はい。ということで本日は以上になります。とっても美味しいので、しかも簡単なのでぜひ皆さん作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。